皆さんこんにちは、石木夏目です。今日はですね、今が旬の地軸ネイルをやっていこうと思います。爪の形を整えるところからやっていこうと思うので、アートだけを見たい方は飛ばしてみてください。それでは早速いってみましょう。今の爪はこんな感じです。バレリーナの形に整えてあるんですけど、ここからがっつり短くして丸くしていこうと思います。まずは中指の爪を短くします。ネイルニッパーでこんぐらい切りました。爪の長さのバランス的に中指を一番長くしたいので、この長さよりも他の爪が短くなるように切っていきます。爪の根元の位置を合わせて中指の長さよりも短くなるように切ります。人差し指は薬指と同じ長さになるように切ります。そしたら薬指よりも小指が短くなるように切ります。親指は全体のバランスを見て切っていきます。次にエミリーボードを使って爪の先端を丸くしていきます。まずは切ったところがまっすぐになるように整えていきます。長さを決めたら次に横をまっすぐにしていきます。反対側も同じようにまっすぐにしたら次に先端を丸くしていきます。先ほどはエミリーボードを爪に対して90度に当てていたんですけど、今度は斜め45度に当てます。ネイルファイルを軽く持って端から端に向けてこのまま動かすだけです。これを何回か繰り返します。この先端が自然に丸くなっているのが見えますかね。こんな風に勝手に丸くなるので、あとはこの端から真ん中に向けて直線といった感じで丸くしていきます。こうやってなぞるんじゃなくって直線感じです。こんな風に丸くなったので反対側も同じようにやっていきます。そしたら一度スポンジファイルを使って今削ったところを軽くなぞります。こうすることで削りカスのようなものを削ぎ落とすことができます。こんな感じです。1点気をつけていただきたいのが、ここの爪の白い部分とピンク色の部分の境目のところに線がうっすら見えるかと思います。で、この線の通りに切ってしまうと、この爪を全体的に見た時に形が曲がって見えてしまうので、ジェルだったりマニキュアだったり塗った後の見た目のことを考えて形を作っていくと綺麗に見えるかと思います。では他の爪も同じように整えていきます。はい、爪の形を整え終わりました。ではいつものようにキューティクルリムーバーを塗って甘皮ケアをしていこうと思います。プッシャーを爪に対して斜め45度に当てて優しく甘皮を押し上げます。
水で濡らしたガーゼで優しくルースキューティクルを取り除きます。この工程を他の爪にもやっていきます。はい、甘皮ケアが終わったので、消毒用エタノールを含ませたキッチンペーパーで爪表面の油分水分を除去します。油分と水分が残っているとジェルの密着が悪くなって取れやすくなってしまうので、必ず行ってください。次にピールオフベースジェルを塗ります。ジェルを長く持たせたい方は爪表面をネイルファイルで削ってからベースジェルを塗るようにしてください。ジェルが皮膚につかないように爪全体に塗っていきます。全面に塗ったらライトで硬化します。他の爪も同じようにピールオフベースジェルを塗っていきます。全部塗ったらライトで硬化します。はい、ベースジェルを塗り終わりました。ではいよいよ一軸ネイルをやっていきます。今回使用するのはこちらの4色です。ではやっていきます。まずはダイソーのミルクのカラーを2度塗りしていきます。1度塗り目、この状態で硬化します。2度塗り目、すごくムラになりやすいカラーではあるんですけど、今回のアートに限ってはムラになってしまってもあまり気にならないので、綺麗に塗れなくても全然大丈夫です。ではこの状態で硬化します。次にダイソーのイエローグリーンのカラーを爪の先端に少しのせます。ベースジェルをのせてグラデーションを作る用の手に少しジェルをのせます。先ほど塗った緑色の部分を手前に少しぼかします。これで一度硬化します。次にキャンドゥのワインレッドのカラーを爪の根元にのせます。先ほどと同じ筆で爪の先端に向けて少しぼかします。で、全然ムラになって大丈夫です。むしろこの線になっている方がよりイチジクの表面っぽくなるので、思いっきり引っ張っちゃって大丈夫です。そしたらこれで硬化します。もう一度同じカラーを今度は爪の根元にたっぷりとのせます。またジェルを引き伸ばして音が一番濃くなるようになじませます。これで硬化します。次にダイソーのフラッフィーカシスのカラーを爪の根元にやっていきます。こんな感じにちょっとモキモキした繊維が入っているジェルです。イチジクの表面はふさふさしてないんですけど、これを塗ることによってグラデーションがよりリアルになるので、もしあれば使ってみてください。はい、こんな感じにここら辺がよりイチジクの表面っぽく表現できたんじゃないかなと思います。これで硬化します。最後にノーワイプのトップコートを塗って仕上げます。これで硬化します。はい、これでイチジクネイルの完成です。では他の爪にも同じようにやっていこうと思います。はい、他の爪にも同じように塗ってみました。こ
の緑色のところの場所だったり赤色の範囲を変えて少し変化を出してみました。よりクリア感のある仕上がりがお好みの方はベースのベージュのカラーをよりクリア感のあるカラーに変えてもらうとナチュラルっぽくなるかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで今回は一軸ネイルをやってみました。1均のジェルだけで簡単にできるので気になった方はぜひやってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。